今回はピートスアンプ系の完結編ということで、このレイアウトを作ります。これまでピートスワンプ系で育ててきたクリプトコリネ、コルダータ、スンガイ、コロックなんですけど、最初の方はこういう現地っぽい土壌を作るっていうのをやっていて、これが去年の10月ですね。で、植えて11月でちょっとは成長して、2月になるとこれぐらい大きくなりました。約1年経ってどうなったかというと、かなりみちみちになりました。ちょっとこけてはいるんですけど、なかなか順調に育っています。で、ヤマトヌマエビを入れていたんですけど、ここですね。ずっと生きているので水質的にも問題ないと思います。で、このコルダータを使ってレイアウトを作るんですけど、まずネオグラスエアの151525を使います。これはクリプトコリネのサイズ的に1株が収まる最小サイズとしてこのサイズを選択しました。もちろんこれよりももっと大きい方がいいんですけど、水中を作るので水が回るろ過層が欲しいですよね。で、外部フィルターをつけるのではなく水槽内に内蔵したいと思います。あとピートスワンプなので背景を黒にしたいですね。背景が例えば青空だと全然合わないと思います。で、よく水草水槽でもパルダリウムでもそうなんですけど、レイアウトを斜めから写真に撮ってる人が結構多いんですね。で、これなんでかなとずっと前から思ってるんですけど、正面から撮らないとレイアウト的評価ってしづらいと思うんですけど、そういうのは関係なく斜めから写真を撮ってる人が多いと思ってます。で、これなんでかと考えてみると、斜めから撮った方がなんかかっこよく見えるからだと思うんですよね。だったら最初からケージなり水槽なりのデザインを斜めにしたらいいんじゃないかなと思ってました。ということで、システムのデザインとしては Lua のシステムアクアみたいな方式を基本にしてろ過層を斜めに作ることにしました。で、そんなの大丈夫なのかという感じなんですけど、やってみた感じいい感じだと思います。あとレイアウトなんですけど、151525の水槽ってかなり小さいので、水槽内に手を入れてごちゃごちゃやりたくないなと思うので、なるべく外でレイアウトを作れるようにします。で、しかもそれを取り外してメンテナンスできるようにしたいと思います。ということでデザインしてみたのがこれなんですけど、ろ過層があるんですが全体的に斜めになっています。実際に 3D プリンターで印刷するとこういう感じなんですけど、水を入れるとろ過層が浮いてくることがあるので、接着剤で固定しておきます。定称なんですけど、以前作った現地っぽい土壌と大体同じなんですけど、赤玉土を砕いて黒土を入れます。そして荒木田土を入れます。あと鉄分が欲しいのでキリウスナを少々入れます。そこに腐葉土を入れます。これまで育ててきた感じとして栄養分が若干足りないなと思ったので、ヘト土も入れます。いい感じに泥水みたいなものができたので一気に入れていきます。真っ黒すぎて何も見えないです。ろ過層にスポンジを入れていきます。これがあるとないとでかなり透明になるまでの時間が変わってきます。2日経ってもまだ透明にはならないんですけど、この前の方の感じがかなり現地っぽいですよね。この白く濁っている感じは荒木田土がおそらく主な成分なんですけど、このままなかなか透き通らないので一度水替えします。
上から見るとこういう感じになっています。レイアウトを作っていきます。レイアウトはこの上に引っ掛ける部分に作っていきます。マスキングテープで固定して水槽の大体のサイズを把握できるようにしておきます。ここからここまでが全体の高さで、下の段が低床の高さを想定しています。流木ではなくて木を使います。こう置いたらちょうど良さそうですね。この辺りで切ります。でノコギリで切ったんですけど、後で気づくんですけど、これ切る方向が逆でしたね。だいたいぴったりになりました。これを固定して紙旗の接着剤で固定します。この紙旗の接着剤は手にくっつくと後で大変なので、手袋をしておいた方がいいです。トイレットペーパーを使います。トイレットペーパーを下に詰めて接着剤で固定します。煙が出たらだいたい固定されます。どんどん固定していきます。だいたい 2,3 箇所固定すればほぼ外れなくなりますね。斜めのラインを作るために長めの木を使います。これも流木じゃなくて木です。ここでトイレットペーパーを隠すのと自然に見せるようにするために、なんとですね、造形君をかけます。そして造形君に接着剤をかけるとこれがくっつくんですね。はみ出る部分を切ります。これでおおむね完成です。植栽していきます。1年経つとさすがにクリプトコリネびっしり増えました。容器が大きかったらもっと育てたと思います。出してみるんですけど、もう根が完全に回ってますね。葉の裏がかなり赤いのが分かります。これ鉄分があったらもっと赤くなったんじゃないかなと思いますが、最初に作った土壌でも十分育ちますね。さすがに全部を植えるとパンパンになるので株分けします。株分けするときはランナーが生えているところから切っていくのがいいと思います。中央の大きい株と小株が4株ぐらいまで育ってますね。先ほど作ったハードスケープをセットしてみるんですけど、かなりいい感じですよね。しかもろ過層が斜めになっているので、右側に奥行き感がいい感じに出てると思います。正面で作ったんだけど配置すると斜めになるという仕組みですね。一番大きい株を真ん中よりちょっと左に植栽して、小株を奥に植えて奥行き感が出るのを狙います。でハードスケープをセットするとだいたい骨格がもう分かりましたね。もう一種類ぐらい植物が欲しいところなので、カヤツリ草系のものが欲しいのでシペルスヘルフェリーを使います。シペルスヘルフェリーは原産がタイですね。
なのでこのクリプトコリネと同じ原産地です。シペルスヘルフェリーは奥に植えて、これも奥行き感を狙います。で、水をサイフォンの原理で点滴法的にゆっくり入れていきます。こうしないとまた荒木田土を巻き上げて全体が真っ白になっちゃいます。結構いい感じに水が入れられたんですが、水中ポンプを動かすとろ過槽に溜まっていた荒木田土を引き出してしまいましたね。4時間ぐらい経つとだいぶ透き通ってきました。このろ過層が水の流れをちゃんと作り出せているところがこのモヤモヤの動きでわかると思います。この時点で水質を測っておくんですけど、アンモニアが 0.2 ぐらい出てます。消化サイクルを作るためにちょうどいいぐらいのアンモニア量だと思います。翌日になるとだいぶ透き通って完成形がどうなりそうかが見えてきました。1ヶ月ぐらい経つとクリプトコリネもかなり大きくなりましたね。魚はボララスマキュラータを入れました。これは現地のレポートでこの魚がいたと書いてあったものです。水にはブラックウォーターの素を少々入れています。このブラックウォーターとクリプトコリネ、ボララスマキュラータの組み合わせがかなりバッチリだと思います。下の方にはマジックリーフを破いたものを少々入れています。ピートスワンプ系編のまとめです。ピートスワンプ系の入門としてクリプトコリネ、コルダータ、スンガイ、コロックを育ててみて、自生地データから土を再現して育てるっていうのをやってみて、自生地写真を参考にレイアウトを作るというところまでやってみました。特にあまり考えず選んだスンガイ、コロックのコルダータなんですけど、たまたまなんですが結構丈夫なやつみたいで、水中でもあまり溶けないのもありまして、初めての試みにしては予想以上にうまくいったんじゃないかなと思います。レイアウト編では斜めのろ過層、あと木を固定する引っ掛け方式で外でレイアウトするというのと、自生地データから再現した土を採用して、通常の水草水槽ではあまり見られない低床の衣装が作れたと思います。あとはいわゆるアトラスレイアウト的な動植物の採用もやってみました。クリプトコリネ、コルダータ、スンガイ、コロックがタイの原産なので、シペルスヘルフェリーとボララスマキュラータを採用して産地を揃えてみました。そんな感じでアイデアもりもりでやってみたんですけど、結構いい感じになったと思います。このクリプトコリネ研究の初めの方でパルダリウムとしてアクアリウムを作るという、何言ってんだっていう感じの話をしたんですが、その試みとして最初に作ったものとしてはなかなかのものができたんじゃないかなと思ってます。じゃあバイバイ。